ん、こんばんは。ありゃ、こんばんは。始まってますかね。あ、こんばんは。よかった。画像と音声は大丈夫でしょうか？こんばんは。皆さん、お待たせしました。配信は多分2週間ぶりぐらいで、ちょっとお久しぶりです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。良好です。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。皆さんお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。えっと今月、もう6月になってしまいましたが、あの、6月はちょっと、毎週この火曜日の夜9時の時間にちょっと雑談ライブをやってみようと思っていますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。あ、よかった。声も画像も大丈夫。ありがとうございます。あの、今日ちょうど今もやってるのかな、ラブリーライターの配信なのかな、やってるじゃないですか。だからそっち見たい方は、全然見てくださいね。リクエストもあったので、今回の配信もちょっと、アーカイブとして残しておくので、あの、ね、後でも見れるので、その辺は安心してください。はい。でも私見れてないんですよ。ラブリーライターのあれどうなっているんですか、今。ていうか、なんかもう決めた後に、そのラブリーライターのその、ね、日程が出たから、うわ、やっちゃったなってすごい思ったんですけど、ほんとすいません。ね、なんかティザーも出てて、そう、なんかね、6月9日という日付だけはチェックしたんですけど、そこで何が起こるのか全く分かってないんですけどね。こんばんは、皆さんこんばんは。ね、ラブリーライター暑いですよね。ね、今度しましょう、また。ていうかスペシャルエピソードがね、6月9日はそれが放送日なんですかね。早いなと思ったけど。あ、はじめまして、こんばんは。実在してますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめましての方もいらっしゃると思うんで、なんか、いつも声だけですけど、一応その配信の時はこんな感じでやっています。というのも、あの、何もその技術的なものがなくて、普通にこのパソコンのカメラで映すっていうやり方以外わからないというそういう感じでやっております。はい。あ、そう、見た方、アップくんが半ズボン履いてるなっていうことだけは確認しましたよ。あれね、ヴィトンかな？ヴィトンのなんか、カジュアルラインみたいな感じなのかな。ね、ホラー映画みたいでしたよね。その昼間に出たティザーだと、2年後設定で、なんだっけな、やっぱりその、ナプシップがまたなんか嘘をついたみたいな話でしたよね。だから俺の、なんか本当のことを言えみたいな感じで言われてましたね。2年経っても同じこと言ってると思って。で、めっちゃ楽しみですよね。はい。そう。いや、ナプシップってそういう人じゃんと思ってずっと。だから変わらないと思う。はい。あ、うわ。ね、後で追いましょうね。はい。ね。なんかツイッターの方だとまだそんなに詳しいこと出てないから、ね、後で公式でいろいろ情報が出るかなと思っております。こんばんは。こんばんは、皆様。40名ぐらいいらしていただいてありがとうございます。今日はヒストリー3の話をしましょう、皆さん。ちょっとやばいですよね。見ました？皆さん見てる方が来てくださってるのかな？もしまだ見てないっていう方で、ネタバレがちょっとっていう方は、お任せします。はい。やばくないと。私昨日見終わったんですよ。なんかね、少しずつ見てて、で、やっぱりその、
感想を話したりするから、直前に見た方がいいかなと思って、昨日見たんです、最終回まで。やばいと思って、やばいと思って、でもなんか話さなきゃと思って、急いでね、なぜか私はパワポを作ったんですよ。なんかもう何話そうかなと思っていろいろ考えてるうちに、あ、これはパワポを作った方がいいと思って。しかもすごい原始的じゃないですか。パワポ作って、でも、なんだろう、パソコンで、こういい感じに画面に映す方法がさっぱりわからなかったんで、結局 iPad でこうやって見せるっていう原始的な感じ。ていうかこれ反転しちゃいます？もしかして。反転してるのかな？見れます？皆さん。読めるのかな？1話飛ばしたかとね。えってなりましたよね。最後ね。これね、私オタクだからね、すぐこういうことしちゃうんですよね。してない、反転してない。あ、よかったよかった、大丈夫。ありがとうございます。思います。すぐパワポとか作っちゃうんですよ。全然関係ないんですけど、1年コロナの前とかに、友達4人ぐらいで集まって、なんか推し会みたいなのしたんですよ。なんか、それぞれが自分の今の推しをプレゼンするっていう会をやったんですけど、みんなパワポ作ってきて、パワポ20枚、30枚とか作ってきて、それでみんなの前で発表するっていう会をやって、みんなね、すごいの、なんか文字がぐわーって書いてあって、しかもそのパワポで発表しつつ、なんか YouTube とか DVD とか、参考資料をこういろいろ出してきて、みんなで鑑賞するっていう会をやったことがあって、そのノリでパワポを作ってしまったっていう。よかった。よかった。でもね、こうなんか角度がうまくいかなくて、結局手でこうやって持ってやるしかないっていうね。しかもこう反射するからちょっと見づらくてすいません。まあまあ、そんな大切なことは書いてないから大丈夫です。そう、オタクだから、オタクなんですよね。しかもその時結構、私の友達、あとね、私の友達とあと知らない初めましての子もいて、で、みんな結構バラバラなんですよ。その、私その時ハマってた、そのソシャゲの話をして、で、ある人はキンプリだ。ジャニーズのキングプリンスのプレゼンをして、もう一人は、ハイアンドロー。わかりますか？ハイロー。EXILE とか、EXILE の人とかが出ているハイアンドローっていうドラマとか映画とかあるんですけど、それのプレゼンとか、あとは宝塚か。宝塚と、あと演劇系のやつとかね。はい。それでみんな結構バラバラ、好き勝手自分の推しをプレゼンするっていう会をやって、私悪くしたらやろうねって言ってたんですけど、でもそんな感じの話をしてるうちにコロナになってしまったみたいな感じなんですよね。うん。そう。そう、すごい楽しかった。泊まりがけでやったんですよ、しかも。やばくないですか？何でもありです。そう、自分が推してればオッケーっていう話で。ね、すごい勉強になった。なんか、やっぱり同じオタクでも文化が全然違うから、なんだろう、いろいろマナーとかもあるし、こういう時はこうやるみたいなのとか、話聞くのすごい楽しかったですよ。うん。プレゼン後はハマるんですか？一応、ハマるっていうか、見てみようみたいな、チェックしてみようみたいな感じにはなるじゃないですか。だから、私その後、あれですよ、ハイアンドローの映画とか見に行って、すごい楽しかったですね。なんかやっぱり予備知識があると、それだけ楽しめるじゃないですか。だからすごい良かったなって思いました。で、キンプリとかも、私ジャニーズ全然わかんないんですけど、そのプレゼンを聞いたおかげで、その人が認識できるから、あ、なるほど、この人かみたいな感じで分かるようになります。はい。そう、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。泊まりがけだからね、深夜の2時とか3時までね、みんなで話して、お風呂も入らずやってました。はい。
そうなんです。そんな感じ。あ、そんな感じでもう10分も喋ってしまった。ヒストリーの話しましょう。すいませんね。ヒストリーの話をしましょうよ。そう。まあ、この程度ですよ。この程度のパワポだからね、今回全然そんな大したことはないんですよ。やっぱりね、あの最終回は、あの、皆さんが言ってた意味がやっと分かりました。すごい分かった。あれは、ね、賛否両論ありますよね。私なんか結構反射しちゃうな。こうしとこう。はい。大丈夫かな。あれって、リアルタイムで見てた人はどうなんですか？あれってすごい荒れたんじゃないですか？私のおかげでラブリーライター見ました。素晴らしい。素晴らしいですね。こうやって貢献できている。素晴らしい。めっちゃ反射しちゃう。こんな感じ。今日ね、テンションがおかしいんですよ。なんか、ヒストリー3の話をするつもりで、頑張ってこういうの作ってたけど、ラブリーライターも入ってきて、なんかもうよくわかんないテンションなんですいません。あれ、あれね、やばいですよね。あれって今言ったのはヒストリー3の話ですよ。ここからヒストリー3の話しましょう。いや、ネタバレしますからね、皆さん。見てない方は気をつけてくださいね。ここから怒らないでくださいね。何がすいませんですか？全然大丈夫、全然大丈夫ですよ。何でも大丈夫。私もなんかもう気持ちがあっち行ったりこっち行ったりして大変なんですよ。最終回ね。ノアールさんは3が賛否両論あったから4はちょっと躊躇してる感じでしたもんね、確か。ヒストリー3、やばやばいですね。賛否両論ありますよね。そりゃあるよ。ありますよね。なんかね、ちゃんとBL やってきて、あの、ああ、なるほど。やってきて、ネタバレ OK です。わかりました。最終話っていうか、全10話で、9話のラストで、ってなって、10話で、10話でね、受けの方が突然死ぬっていう話ですよね。めっちゃ笑って喋ってるけど。ね。いや、9話でまさかと思ったけど、10話はもうそこから何年後とか、しばらく経ってるみたいなところからスタートしちゃうんですよね。で、もうその彼はいないみたいな状態で始まるんですよ。最終回してからドラマ見るタイプです。そういう人もいますね。いや、ね、あれは確かに、なんだろう、王道からはだいぶ外れてしまうから、そう、かなりね、あれは最終回とその1個手前は荒れたんだろうなって思いましたね。6年後なんですね。そうか、大学4年行って、そう、高校の終わりの半年間の話なんですけど、でも最終回でそっから、時間が飛ぶんですよ。やばい。やばいですよね。そうそうそう、最終回が突然死後何年経過から始まってしまうんですよ。こんばんは、こんばんは、皆さん。いや、ってなりますよね。ね、すごい幸せに両思いになってきて、最後死ぬんですよ。で、死んで最終回みたいな。ちょっとね、衝撃ですよね。最後が気になって途中で最終話そんななんか私、なんだろう。別に大して気にもしてないんですけど、ネタバレ OK な人なんですけど、その時期も時期だし、別にネタバレ何にも踏まずに見てたんですけど、なんかさすがに9話の最後で、ってなってあれこれはもしかしてみたいな。うん。なるほどなるほど。
そう。だから、いや、もう皆さん見てる前提で話すけど、だからさ、結局何を描きたかったんですかってなるじゃないですか。ね、ね。これですよね、多分。うーん。あ、なんだろう。置いていかれる感が半端ない。そうですよね。そうだと思う。うん。ハオティンとシーグーが太陽と月に例えられているけど、メインカップとサブカップも対比させてる気が。あ、そうそう、そうだと思います。私、ちゃんとパワポ作ったから。パワポ作って喋ります。初めて見たときは衝撃的だったけど、人生はいろいろあると思いました。まあそうですね。そういう話ですね。くりくん、本当に頭の中はこう、ああね、そうそうそう。そう、あれもね、ひどいと思って、多分ね、監督がね、ド S なんだと思うんですよ。やばいと思った、多分。すごいなんか、もう、やってやったって感じなんでしょうね、きっと。ええ。シーグの雰囲気的にこの最後ありかなと。ああ、はいはいはい。なるほどなるほど。うん、うんうん。最終回見るのにね、あれはちょっと勇気いりますよね。そっくりさん混乱。そう、混乱しますよね。うん。なんか記憶をなくした人かなみたいな感じになりますよね。ああ、最終回投げ出された。うん。うん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 。シーグ初見の感想は、そうそう。こ幸薄いよ。そう。そう。いや、監督絶対ド S ですよ、あれ。わかんないけど。絶対ド S。うん。私、結構泣き顔が好きなんで、泣き顔フェチなんですけど、すごい泣かせるじゃないですか、役者に。で、最終話とかやばかったから、あれはね、もう楽しくてしょうがないと思うんですよね。あの、監督がド S だったら。と思うんですよ。で、結局何を書きたかったのかなって考えてて、で、まあ、なんか、とりあえず、反射してる。やっぱ BL ドラマ、やっぱタイとか見てると、なんか、ラブロマンス、ロマンチックラブみたいなのが多いじゃないですか。やっぱり最後結ばれるみたいな話が。でもそうじゃなくて、多分このヒストリー3の場合は、青春とか初恋の、その、1パターンみたいな。1ページではないんだよな。その、1種類みたいな。一つみたいなのを書きたかったのかなと思っているんですよね。あ、泣き顔フェチはやっぱりいっぱいいるんですよ、実はね。そうそう。泣き顔いいですよねって、あんまり言い過ぎるとね、変な人だと思われるからあんまり言わないようにしてるんですけど。そうそう、儚さですよね。そう。そう。お、は。で、そう、人生って儚いよねみたいな話だとは思うんですけど、ほうほうほう。最終話前の話の多幸感と、最終話の絶望感の対比が。ああ、そうそう、そうですね。やっぱり、事故、交通事故じゃないですか、最後。交通事故でバンってやったのが、多分唐突すぎて、えってなったっていうのはあると思いますよ。あそこはもうちょっとなんか、なかったかなっていう気もするけど、でもね、やっぱあれは、ああするのが正解なんだなって私は思いました。うん。そう、中身が好きだ。そうですね、そうですね。うん。そう。そう。なんなの、このなんか惹かれて死ぬみたいな、なんか転生でもすんのとか思ったけど、しないと思って。そう、でもあれは絶対ああしないといけなかったんですよ。っていうのもね、っていうのもというか、私、このドラマを見て、一番思ったというか、その、テーマというか、私が勝手に感じたことですけど、それはね、多分時間だと思うんですよね。おちょっとプレゼンが下手すぎるな。お、
もうなんかちょっと触るだけで動いてしまう。と、時間ね、そう。私はすごい時間を書いてるなって思ったんですよね、このドラマを見て。うん。うーん。そう、時間。で、このヒストリー3のサブタイトルは、その、ナイティエンでしょ。私中国語全然わかんないんですけど、あの日っていう意味じゃないですか。で、やっぱりそのやっぱタイトルはちゃんとね、考えなきゃいけないと思って、その、あの日っていうのは一体いつなのか問題。あの日って一体いつなのみたいな。まあ、一番最後のモノローグで言ってはいるんですけどね。そう。で、私的には結構見てて半分ぐらい、5話、5話とか6話ぐらいで、もうここで終わればよくないって思ったんですよ、私は。うん。結構その2人が両思いになったのがそれくらいだったと思うんですよね。ハオティンとシーグーが。確か5話か6話ぐらい。ふん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 。ああ。ふんふんふん。バッドエンドにしないという前提があったんだ。へえ。そう。そう。で、だから、その、なんだっけ、5話か6話ぐらいで、もうここで終わりでいいんじゃないのって私は一回思ったんですよ。こっから先何やるのって思ってて。で、だから、これもあって、私は、後半がちょっとね、ダラダラしてると思ったんですよ。ちょっと失礼。後半が冗長なのはなぜかですよね。これね、多分なんか今更私がこうパワポでやる必要もない話な気がするんですけどね。多分もうリアルタイムで見てる人たちが全然いろいろ話してると思いますけど、何も知らない私がこの間見た感想なんでね。そう、なんで後半こんなに冗長なんだろうって思ったんですよ。うん。で、やっぱりさっきの言った、そのサブタイトルのあの日、あの日のことを考えると、そして最後のモノローグで言ってるのがこれじゃないですか。その、かけがえのないすべてのあの日だったからなんですよね。その後半が全部。まあ、最初ももちろんそうなんですけど、両思いになるまでの部分ももちろんそうなんだけど、後半描いてるのって、もう2人が付き合っていて、で、一応そのハオティンの家族とかの話とか、受験の話とか、いろいろその要素はあったけれど、その、でも別に内容は多分そんなに重要じゃないんですよ、あれ。あの、初体験ではないか。その2人が初めて、その、ね、一緒に寝た日とか、あの、そういうのは、なんか別に内容自体は全然重要じゃなくて、あの2人が一緒に過ごしている日々を、その後半の4話、5話かけて描くっていうことに意味があるっていうね。うん。そう、すべてのかけがえ読めない。かけがえのないすべてのあの日というのを描くための後半だったわけですよ。だからこれ、あの日はね、複数形なんですよね。うん。あの日っていうのがいっぱいあるんですよ。うん。楽天 TV で購入迷ってます。楽天 TV でも見れるし、私はあれで見ましたよ。Amazon プライムに入ってたから。Amazon プライムで見ました。そう、家族の理解とかを書く必要もあったように見せかけて、果たしてそうだったか？本当に家族の理解を描いてたのかって私は思いましたね。うん。で、これ皆さんも多分気づいてると思いますけど、あの、シーグーはハオティンに救われてから、その、人生のボーナスステージを生きていたんですよ、実は。多分ね。本当はね、彼はね、2話ぐらいで死んでるはずなんですよ。うん。そう。覚えてますか？2話で
2話でハオティンがシーグーのことを、バイクだっけな、バイクにひかれそうになるのを助けてるんですよね。うん。実はだから、シーグーの運命としては、多分あそこで本当は死んでるはずだと思うんですよ。そう。だから、そっから先のそのシーグーの約半年間っていうのは、実はないはずの人生だったんですよ。おそらくね。シーグーにとっては。うん。そう。だからたまたまハオティンが、彼のハオティンあれ発音がちょっとわかんなくなっちゃった。ハオティンに助けられて、っていうかそもそもそこで彼が恋に落ちたことによって、シーグーの、私あんまり別に運命とか信じてないんですけど、本当だったらそこで死んでるはずの運命がちょっとだけ変わって、半年間命が伸びたんですよ、彼は。うん。だから、その9話で交通事故に遭って死ぬっていうのは、もう必然なんですよね。うん、必然というか、交通事故じゃないといけないんですよ、あれは。なんか、私だったら病気とかでも良くないって一瞬思ったんですけど、ダメなんだと思って。病気じゃなくて、あれは交通事故で死なないといけないんですよ、彼は。うん。そういう運命だったんだと思います。うん。そう。ハオティに愛されて、彼は半年間のボーナスタイムを生きていた。うん。で、いろいろ考えてすごいなんか別にオチがあるわけじゃないんですよ。私が考えたことをただ発表するだけなんですけど、その、やっぱりハオティンとシーグってすごい正反対じゃないですか。その、ハオティン、もう体格差からしてすごいじゃないですか、あの二人って。うん。ハオティンめっちゃなんかでかいし、いい体してるし、すごい陽キャというかね、もう学校の中でもすごい目立つ存在で、やっぱ光って感じするじゃないですか。で、すごい生命力にも満ち溢れていて、元カノにも言われてたけど、やっぱお猿さんだと思うんですよ、ハーティンって。うん。そう。で、一方でシーグーの方は、やっぱりすごい常に影があって、で、小さい頃に両親を亡くしたっていうのもあるし、本人もすごい、なんだろう、めっちゃガリガリじゃないですか。で、すごい全然ちゃんと食べてないし、すぐ死にそうみたいな感じで、すごい死の気配をまとっているキャラクターで、すごく対照的な2人ですよね。うん。そう。シーグーはほんとに、あれ多分役作りであそこまで痩せてるのかなと思いますけど、やばいですもんね。細すぎると思って。うん。かっこいいより前に細すぎるだろみたいな。ちょっと心配になるレベルで、ね、すごい細かったじゃないですか。だからこの2人が、出会ったわけですよね。うん。で、4話とか5話とかそれくらいで、もう2人って両思いになっているんですけど、でも、ハオティンと両思いになってからも、シーグがまとってるその死の気配って全然消えなかったんですよね。ね。もうちょっと健康的になったりしてもいいと思うんですよ、演出的に。普通に幸せになっていくカップルだったとしたら。多少はなりましたよ。なんかお洋服とか、ちょっとおしゃれなの着たりとかしてたけど、でもやっぱりガリガリな感じは変わらなかったし、ご飯とかもハオティンが多分くれるからだと思いますけど、お弁当とかよく食べるようになっていたのに、その、全然太らないし、顔色も良くならないし、そういう描き方をしてましたよね。あれって絶対わざとやってるんだと思うんですよ。すごく幸せそうなシーンなのに、やっぱり彼はすごい死の気配をまとっている。うん。やっぱこれは多分わざとこうやってるんだと思うんですよね。うん。そう。だから彼はもう2話ぐらいであの時死ぬ予定だったから、そこからその死の運命からは多分逃げられないまま、その9話、最終回まで行ってるんだと思うんですよね。で、
9話のラストで彼が死んでしまって、その最終回に突然、ハオティン6年後になりますけど、それによって、最終回、大人になったハオティンは、シーグーの持っていた影の部分を引き継いでしまっているんですよね。うん。で、しかもその暗くて、ガリ勉で、星を見る癖までついてしまって、で、彼に満ち溢れていた生命力っていうのは、こう、もう落ちてしまうわけですよ。落ちてしまってるわけですよ。うん。体格こそね、シーグとは違うけれども、もう持ってる雰囲気が、すごい、その、ね、死んじゃいそうというか、暗いじゃないですか、影があって。うん。っていう風になってしまって、これはつまり、両親を失って、ああいう風になってしまったシーグをそのまま、コピーしている状態なんですよね、ハオティン。うん。っていうのがあって、そう。だから、ラスト、ほんとに、あの、感じは、すごい危うい感じで終わりましたよね。うん。で、ヒマラヤに登りたいみたいなこと言ってたじゃないですか、最後。一番星が近いっていう感じで言ってたけど、多分彼は、この先ヒマラヤに登ったら死ぬ。死ぬと思う。ってすごい思ってしまった。だから、まあ、登るのはできるだけ後にした方がいいと思うんですよね。うん。多分あれはずっと一生続くんだろうなと思いました。うん。ね切なすぎると思って。そんな感じに思ったんですよ、私は。あの2人は。ちょっとコメントを見ますね。うーん。そう、幸が薄いんですよ。発酵ですよ、もうなんかそう、その半年間はすごい幸せだったと思いますよ、そのシーグーは。うん。うん。中国の映画、情熱の嵐にてあ、そうなんですね。そうそう。雰囲気変わりましたよね。あんな理系のオタクみたいになっちゃってね、ほんと。人って変わるんだなと思いました。うん。そう、絶対忘れられないと思う。うん。彼女とかも彼女なのかな、いることになってたけど、多分、ね、婚約しないで別れちゃうと思いますよね。うん、ふんふんふん。ああ、ライフ、戦場の僕らね。うん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 。うん、絶対ヒマラヤ登ったら死にますよね。てか、ただでさえ死ぬ危険があるから登らない方がいいですよ。うん。で、で、あれじゃないですか、サブカップもいるじゃないですか。サブカップのそのボーシャンとジーガンとの、対比もあって、この辺がやっぱりね、すごい時間をどう捉えるかみたいなのが出てるなと思って、まずハオティンとシーグのカップルっていうのは、過去なんですよね。うん。その、過去のことを思ってる描写っていうのがすごく多い、この2人は。うん。で、思い出をすごい大切にするんですよね。これは何かっていうと、あの、その、2人が付き合って、例えば、初めてね、セックスをするみたいなのって、わざわざあれじゃないですか、旅行に行って、そこで素敵な思い出にしようみたいなことを、あの、言ってましたよね。で、あとは新年だったりとか、クリスマスだったりとか、そういう記念日系のこととか、イベントごとっていうのをめちゃくちゃ2人は意識して過ごしてるんですよね。うん。で、あとはもう死んだ人に囚われる
っていうのも、この2人の特徴で、まさにシーグは、両親にずっと囚われてきていたわけじゃないですか。っていうのもあるし、その後、シーグが死んだ後、ハオティンはずっとシーグに囚われてしまうんですよ。ずっと過去ばっかり見ていく。で、過去ばっかり見て、星に語りかける。うん。で、しかもこの2人は付き合う前も付き合った後も、実は具体的な将来像とか目標を持ってないんですよ、この人たちは。うん。そう。シーグはその大学に受かっていい会社に入るみたいなことを言ってたけど、でも具体的に別に何がやりたいとかないというか、言ってなかったと思うんですよね。ただ単に、その今がすごく厳しい状況だから、そのできるだけ将来いい仕事に就いて安定した暮らしをしたいっていうぼんやりとした目標だけで、その、具体的に何かしたいとか実はないんですよね。なんか、天文学とかやりたいんだろうけど、でもそれって結局、その、両親が星になったからっていうところからスタートしてて、結局それ過去を見てるっていうことなので、で、ハオティンはハオティンで何も考えてないし、お猿さんだったし、で、結局その、シーグが死んだ後は、シーグがなりたかったものをなぞってるだけなんですよ。だから結局この2人は過去しか見てないんですね。うん、だから過去のカップルなんですね。で、一方で、ボーシャンとジーガンの方ってすごい未来志向のカップルなんですよ。うん。すごくその、将来っていうのを意識させる、想像させる描写が多い。うん。で、彼らの場合はさっきの、ハオティンたちと違って、節目とか記念日とかそんなに一緒にいないんですよね。で、一緒にいられないって言ってるボーシャンが思い浮かびませんか？その、一緒にいたいのにとか、そのお正月の時も離れ離れだったし、夜会ってたけど、うん。でも、その、多分ジーガンの方が大人だから、その、これから先ずっと一緒にいるんだったら、別に今、その、今年のお正月一緒にいなくてもいいとか、そういう考え方ができるから、その、将来いくらでもできることは今しなくてもいいよっていう感じで、そんなにね、その、カップル的なイベントを意識してないんですよ、この2人は。で、かつ、その寿命が100年になるらしいよみたいな話もしてたじゃないですか。で、そしたらその、ね、その、将来100歳まで一緒にいるっていう想像がなんとなくできるし、あとはその、ボーシャンの方は、その何年も何年もジーガンのお父さんに贈り物をしているわけですよね。それもなんか一気に片をつけようっていう感じじゃなくて、何年かかってもいいから、いつか認めて欲しいっていう、その常にその長い未来を見ているそういう人なんですよ。で、あと犬を飼うとかもそうでしょ？その、自分たち以外のその生き物とかと一緒に暮らすってことは、その、第三者というかね、犬だけど、第三者の命、犬ってだいたい10年は生きますから、それぐらい先まで考えないと飼えないし、出てこない発想なんですよね。うん。と思って、この2人はすごく未来を見ている2人だったなと思います。だからそういうカップル同士の対比で、その時間っていうのを、意識させるドラマだったなと、私は思いましたね。うん。うん。私のパワポはここまでです。なんか別に結論とか何もないんですけど、うん、そんなことをね、このドラマを見て思いましたね。うん。コメントを見ます。もう39分だ。喋りすぎた。40分ぐらいで終わりにしようと思ってたんですけどね。うん。あまり稼げなそう。天文学稼げなそう。はい。うん、うんうんうん。ハッピーエンドがいい。そうですよね。そういう気持ちは分かりますよ。うん。そうそうそう。うん、うんうん。ね、ボーシャン、ね、4で出てきた時はね、すっごいイケメンだったけど、この3の高校生の時は、ね、可愛かったですね。うん。そう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 。その
ハオティンとシーグでもすごく対比があるし、このメインとサブのカップルでもすごく対比があるし、そこですごい明暗が分かれましたよね。うん。いいプレゼンでした。ありがとうございます。なんでプレゼンしてるんだって気がしますけどね。突然始まるプレゼンみたいな。カブトムシカブトムシね。バッドエンドは、ね、私は別に平気なんですけど、やっぱ辛いですよね。うん。ああ、リアクションがあったんですね、その最終回の。うん、あれ泣くでしょ、ハオティン役やってても泣くでしょうね。素敵なプレゼンありがとうございます。どういたしまして、聞いていただいて、ご清聴ありがとうございます。うーん。へえ、ラッキーくんって知らないです、それ。見てみよう。似てるんですね。うーん。へえ。そんな感じです。私のヒストリー3の感想はそんな感じでした。あ、今ライブやってるの気づきようこそお越しくださいまして、ありがとうございます。そんな感じ。でもなんだろう、別にどっちがいい悪いじゃないし、もうシーグのあれはもう運命というかね、もう事故だからみたいな感じで、受け止めるしかないのかもしれないです。はじめまして、熊田さん、ようこそ。今ヒストリー3の、なぜかこうすごい手動のパワポで、あの、私の感想をプレゼンしました。やばいですよね。私、今のところこのヒストリーシリーズは、この間、4を見て、今回3の、あの日、内定見たんですけど、うん。これはなんか他のとかもちゃんと見た方がいいんですかね。こんなバッドエンドはさすがに3だけですかね。うん。シーグの3シーグの誕生日の3番目の願いって言わなかったやつですか？なんだっけ、1個目があれですよね、みんなの幸せ、周りにいる人たちの幸せで、あれ？2個目が覚えてないぞ。2個目が、ハオティンの大学受かればいいなでしたっけ？3個目なんだっけっていうか、なんだろう。なんですかね。でもなんか多分なんだっけ、ハオティンが言わないくていいみたいなこと言ったんですよね。なんですかね。でも多分、2人が一緒にいられるようにとかそういう話じゃないのかな。ちょっとわかんないや。うん。ああ。シーグはどこかで生きてる。いや、目の前で死んでるよ。でも怖い。でもそれくらい思っちゃうぐらい、その思い入れを作らせるっていう、そういう作戦じゃないですか。そのハオティンに対してもそうだし、その見てるこっちが、視聴者に対しても、後半は特にその2人への思い入れを強くするために、ああいう展開にしてたわけですよ。いや、だからね、監督はやっぱりド S。うん。2か、ヒストリー2ですか。ふん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 。ふん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 。皆さん色々見ている。うーん。はあ。でしょうね。いや、監督なのか、その脚本の人なのか、2人ともなのか分かんないけど、すごいド S だと思います。うん。ふーん。うーん。自分のことをねそんな気もしますよね。うん。
ね、3個目の願いか難しい。難しいですよね。何も願っていないという可能性もあるのかもしれない。うん。うん。いや、でもね、なんか、多分そんなに欲があるタイプじゃないから、シーグーは。うん。ね、多分全然世界平和とか願ってる可能性もある。うん。明るい話。そうですよね。あんな、ね、あれは、まあ、あれですよ、ファンタジーですよ、きっと。あるいは、そのジーガーさんの方が、もうその気で、準備してたかじゃないですか。その、シャワー浴びながら。そんな感じです。あんまりね、これ長くなりすぎないようにしたいと思ってたんですよ。46分だ。うん。いや、そう。すごいそのヒストリー3が話題になっていたからここでね、話題になってたから見てみたらこんな大変なことだったとは。うん。ザ・シッパーも C のテーマだったけど、ザ・シッパーは、ね、バッドエンド感はないですけど、でもあれだね、ちょっとあんまり言わない方がいい。うん。ファーストくんが可愛い。ファーストくんが可愛い。うん、ふんふんふん。なんか、日本のなんだっけ、何かにゲスト出演してるみたいなのをちらっと見ましたね。うん。私分析なんかしてないんですよ。ただ思ったことを喋ってるだけなんで。全然違う全然違う可能性もあるし、他の人の考察を見てなければ、その監督とか脚本家の人のそういうインタビューとかも何も見てないから、単なる個人の感想ですって感じなんですけどね。うん。いやー、いやーって感じですね。でもすごい、あれをやるのが、なんか台湾 BL の凄さだなと思います。これタイでやったら大変なことになりますよね。うん。じゃあ、あと、もうね、今47分なんで、47分。47分。10時には終わりましょう。結局1時間やるんかいって話ですけど。10時に終わります。そういえば、フィッシュアポンダスカイ、ジオブロックどうしたでしょうか？ね、再ブロックされるのかな？どうしたんですかね？ちょっとわかんないです。うん。なんか、いろいろ錯綜してますよね、きっと。権利関係が。うん。多分日本で展開するつもりがあるから、その、ね、版権買ったところが、ジオブロックして欲しいって言ってるんだと思うけど、でも、今、その、やっぱり K-POP とかそういう方の展開を見てると、その見れないようにするっていうやり方よりも、もう全部オープンにした方がいいっていう流れになっているから、ちょっと多分いろいろ揺れてるんじゃないかなと思いますよ。うん。権利関係で。なるほど、ゲスト出演は幸せそうでしたね。そういうのいいですね。うん。僕の悪魔、いいと思います。なるほど。アマプラにありますよね。うん、ふんふん。ああ。皆様ありがとうございます。80名の方。ありがとうございます。インスタ見たら、4の最終回にメインカップの2人も現場に来てた。そうなんですか。ボーシャンとジーガンの結婚式に。素晴らしいですね。もう10時になるんですよ。あと10分ぐらい。ああ。そうだそうだ。ごめんなさい、手叩いちゃった。あれだ、コメントをいただいてたんだ。コメントをコメントをいただいていて、それをちょっと読みましょう。あ、ね、リーさん好きとおっしゃっていたので、フレゾはいかがでしょう？ BL ではないからダメですか？フレンドゾーンの話。そう、確かに BL じゃないから、どうなんだろうか。
どうなんだろうか。フレンドゾーンって皆さん見てますか？タイの GMM の。そう、私はね、リー君すごい好きなんですけど、リー君すごい好きですけども、でもリー君の話をするのであれば、せっかくだったらこれから放送される、あの、ベイカーボーイズとかの話をしたいですよね。いつ放送されるのかわかんないけど、ベイカーボーイズが放送されたら、その時にちょっとリー君の魅力について、魅力というか、ただ単にすごいイケメンですごいかっこいいよねしか言わない気もしますけど、話をするのがいいのかもしれない。うん。あ、フレンドゾーン見てます。そう。ね、ドロドロ、ドロドロですよね。うん。ね。そう、でも今別にやってる感じじゃないから、見てる人はいいかもしれないけど、ね、そんな気がしますよね。どうせやるんだったらなんかリアルタイムでみんなで盛り上がる方がいい気がしますね。うん。そう。ちょっとベーカーボーイズの時に考えたい感じ。あとは、おお。ラブリーライターのスペシャルエピソード。Be Best Love のシーズン。ああ、なるほど。ふんふん。そうか、続編系の情報の話ですね。ラブリーライタースペシャルエピソードは今日まさに今、あれですよね。情報が出ているはず。ちょっと皆さん、この後チェックしなきゃですよね。さっきからね、すごい、通知がめっちゃ来てるんですけど。そのラブリーライター関係の通知な気がするんですが、スペシャルエピソードですよね。出ますよね。楽しみ。そして We Best Love ね。永遠の1位と2位の反撃ね。もうなんか噂はあるけど、こっちはまだ別に公式で正式な何か情報出てないですよね。と思うんですが、私の知る限り。うん。そんな感じかな。私が知ってるのは。多分こう、噂とかはすごいいろいろ出てるんだと思うんですけど、ちょっとそこまで私は追い切れてなくて、基本的にその公式の情報を見るようにしてます。チェックするようにしてます。うん。なんかあんまりその噂とか、スポイラーとかに振り回されると、ほんとね、結構大変なので、そういうのが目に入った時は、なんか、そうなんだって思うんですけど、自分からいろいろ、その、ね、噂とかは見に行ってないので、その速報性はないんですよ。すいません。うん。あとは、あ、ヒストリー1のキャラクター、はいはいはい。こっちもおすすめ了解です。で、今私もレビューしてるBe Loved in House の話。シーレイ。はい。シーレイの役者さんが、低乳のニュー君に似ているのではっていう話ですね。確かにちょっと似てるかもしれない。色が白くて、ちょっと垂れ目なところが似てるかもしれないですね。うんうん。ミックス君とオフ君。ミックス君とオフ君。千星とか、フィッシャーポンドスカイのミックス君ですよね。と、オフ君って、オフガンのオフ君かな？似てる？あんまりかな。ミックス君、すっごいあざとくて可愛いですよね。オフ君はかっこいいと思うけどな、私は。うん。そんな感じです。コメントありがとうございます。あともう1個ぐらいあるはず。はい。はい。はい。いつも楽しく拝聴しております。今、3人の子育て中なのですが、美しく愛くるしい BL が私の着付け薬となっています。すごい。3人子育てがすごい。頑張ってください。私も3人兄弟なんですよ。弟が2人いるんですけど、めっちゃ大変ですよね、3人って。もうみんないい大人になりましたけど、めっちゃ大変だと思う。頑張ってください。BL を見て元気出してください。もし可能であれば、ラブリーライター祭りのようにお話を後からでも聞けるようにしていただけないでしょうか。アーカイブ残しておくので、
その間に見てください。ぜひね、なんか別に、あんまり決めてないんですけど、アーカイブあった方がいいんですよね、きっとね。しばらくは置いとこうと思います。はい。事前にいただいたコメントはこんな感じなんですけど、皆さんどうですか？フレンドゾーンに出てる神道はほんとなんか、ソータスと全然違いますよね。ラブリーライター楽しみですよね。そう、2年後の話ですよ。2 years later、あと lie って書いてあったからね、ナプシップがなんか嘘つくんですよ。あ、ごめんなさい、別にWe Best Love は噂があるっていうだけで、何も多分出てないと思いますよ。あ、スカムフランス今アマプラ入ってるんですか？すごいね、気になってるんですけど、ちょっと見れてなくて、ちょっとチェックします。私のじょちょあ、私の情報はあんま当てにしないでくださいね。嘘は言わないと思いますけど、全然早くもないし、詳しくもないので、はい、公式の情報とか見ましょう。ラブリーライター楽しみ。ミックスくん可愛いですよね。あざとい。あの子あざといよ。ママ55、ね、楽しみですよね。そっちもリーくんが出てるから、大変なんですよ。忙しいんですよ。ドラァグクイーンはあれですよね、ジョスの、ね。うん。ジョスのドラァグクイーンとかやばすぎですよね。最近タイの俳優さんは猫を飼うかと、いや、最近なのかわかんないですけど。あ、そうなんですか？ BTB で We Best Love のスペイピ出てました。マジ？ちょっと見なきゃ。Together the Movie、ムビチケは？ほん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 。あ、そう、来週は Together the Movie の話をしようと思っています。東京も、再開するみたいなんで、ほんと良かったです。再開しなかったら私、ダメじゃんと思って、配信できないじゃんと思ってたんですけど、できそうなので、はい、いけると思います。来週はだから Together の映画版のお話をすると思うので、早いですけど、ね、見た方とかはぜひ一緒にお話ししましょう。明日から I told Sunset about you そう、始まりますよね。私、そうだ、やばい。ワを契約しなくちゃ。ね、そのために契約をしようと思いました。明日見ます。はい。BL 好きな仲間、いいですよね。楽しいですよね。そう、4日ね、4日友達と予定が合えば見に行くと思います。こんな感じ。今58分なんで、あと2分ぐらいですね。あっという間ですね。ちょっと、今日はね、ほんとにすいません。なんかテンションがおかしい気がしませんか？私。ちょっと自分でもちょっとおかしい気がする。お付き合いいただきありがとうございました。また来週、火曜日9時からやりますので、よかったら来てください。Together の話ですね。その後どうしようかなってまだ考えてるので、もし何かあれば、多分この動画の下のところに、事前のコメントフォームで、Google フォームの URL があるので、そこから何か送っていただければ拝見します。はい。1時間が早いですね。今日ほんとテンションがおかしかったですね。ありがとうございました、皆さん。今日は今74人の方いらしていただいて、本当にありがとうございます。いや、なんかもう、今梅雨なんですかね。なんか、雨が続いた日もあれば、今めっちゃ暑いので、皆さん体調にはお気をつけください、本当に。うん。元気じゃないとね、BL も見れないから。はい。ありがとうございました、皆さん、本当に。コメントくださる方、本当にいつもありがとうございます。コメントがあるから成り立っている配信です。はい。で、別にコメントしないで、見てるだけの方もいつもありがとうございます。あれだ。チャンネル登録をもししていない方がいらっしゃったら、チャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。また BL の話とかいろいろしましょう。
はい、ではでは、そろそろ終わりにしていきたいと思います。皆さんまた、じゃあ来週お会いしましょう。で、レビューもまた、上げると思いますので、そちらもご覧いただければと思います。はい、皆さんありがとうございました。では、おやすみなさい。